こんなもんがあるんですか。あ、これ必須だね。これはいいね。なんとも反応しづらいことを言ってくるなこの方。あったすげえかいね。すげえ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 。何それ、雑草じなんだこれ。今回は車中泊しに近所の海辺へやってきました。2年ほど前に災害への備えとして防災バッグを用意したんですが、とりあえず用意しただけでずっと放置してしまってました。私たちが車中泊で使っているようなキャンピングカーって災害対策にもなるよって言われることがありますが、今回はもしもの時に困らないように車中泊の中でカジュアルに防災グッズを使って慣れておくっていうのと、合わせて防災バッグの中身の見直しもできればなと思っています。これがうち今用意してる防災バッグなんだけど、これ楽天市場で買ったやつで、1つのバッグの中に2人分の防災グッズが入ってるっていうやつを買ったの。それをバッグだけもう1個買って分けたっていう。なるほどね。とりあえず作ってずっと放置してたの。中身もう1回確認してちゃんと使っても見て、災害時にも備えといた方がいいよねってことで、こういうテーマで車中泊をしてますという。これまだこれの中身見たことないから気になるわ。作ったよって言ったけど達夫全く興味示さなかったからな、あの時。何が入ってるんですか。いろいろ入っとるよ本当に。これ中身ね、おにぎり。長期保存対応なんだけど、これにお湯とか水を入れるだけでおにぎりができるっていうのが3色。これ食べよう。あと。そう、これ後で食べてみます。タオルとか下着とか替え用のやつを入れてます。あ、これは海子が後から入れてくれたってやつ、ね。そう。買ったやつじゃなくて。ジップの中にいろいろまとめてるんだけど、これも後から入れたやつ。元から入ってたやつ、軍手とか簡易トイレが3回分、マスク2枚、保温シートだね。車って寝れるやつ、ね。そう。雨が降った時でも大丈夫っていうことで。ポンチョ。これとか地味に大事だと思うんだよ。大丈夫。大事。体を拭くシートですね。風呂に入れない時でもこれでリフレッシュできるっていう。これは一応10万入りのものね。こういうのをちょっとまとめてますというで、これはね、後から100均で買ったやつ。ペタってなって小さくなる、水筒ね。でここ開けて飲む。飲み口がついてる。カラビナとかもついて、多分この辺とかにかけたりで持ち運ぶっていうのもできるようなものになる。確かこれ 500ml 入るやつかな。でこれはエアマットだね。あ、これマット。そう、空気入れもついてるんだけど、布団になるんだ。そう、これで1回も使ってないから膨らませてみたい、後で。長期保存水。これが1人3本ずつ入れてます。1人 1.5 リットルずつな。長期保存ってどんぐらいも保存できんだろう。5年。5年。この賞味期限が2027年2月になってるね。だからまだ大丈夫。災害時の連絡先とか書いてある。あ、本当だ。これいいな。朝ひもとファイヤースターター。火を起こせるやつだね。そう。何かあった時のために。あとはティッシュだね。ティッシュ。普通のティッシュと、これは口の中の拭き取り用のやつなの。水がなくて歯磨きができないという場合に。歯磨きの代わりか。これはヘルメット。折りたたみ式ヘルメット。そう。こんなもんがあるんですか。バババってこう押して、これで被れる状態。すごいね、これね。クッションとかついてて、衝撃吸収みたいな。防災バッグ選ぶときに、これが決め手だった。で、こんな感じで危ない場所行くときはこれ必須だね。これ後で自分で考えて入れたやつなんだけど、一応耳栓と手鏡。くれていたんだね。あとカイロね、いいね。冬とかね、寒いもんね。このリュックもすごいね。このリュックもさ、ダサいけどさ、これすごいいっぱいポケットついてるんよ。ここ機にも入れ能られるし。性中に偏って。こことかもさ、あるしさ。あ、これあれ、ペットボトルに。基本的にはこれと同じセットがもう一つのバッグにも入っている感じなんですが、内容違う部分だけ紹介します。ライターとか入れてる。ああ、なるほどね。いいね。マルチツール。これは100均？これ100均。100均か。楽天で買った防災グッズと100均を組み合わせて準備してるって感じだね。そう、プラスアルファで入れたやつはもうほとんど100均で買ったやつ。てか全部100均で買ったやつだな。結構万全ですね。どうなんだろうね、なんか。いっぱい入れるに越したことはないけど。なんか逃げやすさとかも考えたら最低限って思うし、結構難しい。で、達夫の方にちょっと大きい水の入れるやつ。これももともと入ってたやつだけど、大きなゴミ袋。
消費期限がないトン最シュガー優秀備蓄食品。最優秀備蓄食品。つまりただの角砂糖だな。あー、こういう固形燃料とかね。あー、はいはいはい。固形燃料はダイソーで買った。でこれはもともと入ってたファーストエイドキットというか、爪切りやらなんやらと包帯、バンドエイド、応急処置用だ。怪我した時の。もともと入ってた。あー、それは全身服用のやつだね。そう大判、かなりでかいウェットタオル。おー、いいじゃん。まだあんの。これあー、それさっきのやつね。これです。ライト&ラジオ。ラジオね。でこれ充電器にもなるんよ。ここに充電入力、充電出力ってあるやろ。手で回してこれ携帯充電できるんだ。そうそれがすごいすげえいいなと思って。一応使いそうケーブルもここに入れてて、私らのスマホ Android だからうんタイプ C、こいつは入力がタイプ A の USB だからこのコードね。明るい LED っぽい。でサイレンもあるけど、かなりの音量があります。何で94デシベル。結構うるさいね。これラジオ聞いてみよう。ラジオ、ラジオまあいいんじゃない。ラジオスイッチ。プチって言った。なんか入ってるね。なんかラジオ流れてきた。これで情報を得られると。携帯の電波がもしなくなったり、携帯の電池がなくなっても。めっちゃいろいろ入ってたわ。他にどんなものがあったらいいですよとかあったらぜひ教えてください。コメント欄に。私現時点で1個あるんだよ。鍋。鍋ね。雪山で遭難して調理器具がなくてあったかいものが食べられなくて凍傷になってしまったみたいな話を聞いて、これあるけどさ、それがいっぱいあればいいのか。そう、普段使ってる車中泊の装備とかいろいろあるけど、それとこれを組み合わせたら結構もう鬼に金棒かもしれない。必ず車で逃げれるとは限らないと思う。そうだからちゃんとこういうのは用意しておく必要があると思って。車を急遽動かせないっていう状況もあるしね。防災バッグに入れているおにぎり、はい。これだけじゃやっぱ少ないよねって思って、他のさ防災食みたいなのも試してみたいなと思って、ちょっといくつか買ってみたんよね。まずレスキュークーズカレーライスというもの。火がなくても発熱剤であったかくなるというものです。5年保存タイプ。カレーいいね。カレーいいよね。ちょっと野菜不足になるんじゃないかということで、かごめさんが作っておられる野菜の保存食。これは2人分ってことね。3食かける2人分。そういうことセット。おなじみの野菜1日これ1本長期保存用なの。これさ、人がさヘルメットかぶってんじゃん。野菜スープですね。で全部で3種類あるんです、ね。そう、3種類ある。これお湯で温めるかレンジで温めるかって書いてあるな。災害時はレンジは多分使えないので、お湯沸かして温める感じかな。満を持して最後にご紹介いたしますのが、ダーン、米軍のレーションです。これ単純に興味だよね。めっちゃテンション上がるんやけど。そう、 MRE はミールレディトゥイートの役みたい。これ結構なお値段するやつでさ、賞味期限切れのやつを安めに買ってるんだけど、それでも2000円以上した。結構高い。今日はおにぎりとスープでいくか。これで温める場合は熱湯を作って、その中に3から5分この中に入れて、これはね、ここからお湯か水を注ぐんよ。じゃあお湯を作るか。これ IH で使えない鍋だ。ダイソーのアルミ鍋は IH で使えなかった。ダメだった。では僕はかぼちゃをいただきましょう。私豆いきます。3から5分。3から5分でできるのか。これかさばらないのがいいよね。軽いし。そう、こういうのだとこのリュックとかにも入れやすい。こういうカップラーメンとかでかいから車に常備しておこうと思ってる。かごめさんは無添加なのがほんとすごいよね。保存料不使用。安心して食べられるものってのはちなみに案件ではないんですけどね。普通に買ってる。これも沸騰してるからもうそのままおにぎり用に使っちゃおう。うまい。注意必要だなって思ったのが、お湯だと15分でできるんだけど水だと60分かかるって。1時間待たないといけないんだ。水だったら水だと1時間待たないかんの。お湯を注水位置まで注ぐ。
あ、来た。チャックを閉めて振るんだっ。しってかり閉める。1234567891011123456789102で15分待つ。で15分。うわ、うまそう。あ、結構具材たっぷり。いただきます。いただきましょう。あ、なんかすごい美味しそうなんだけどこれ。あ、かぼちゃスープにも豆が入ってる。本当だ。ほら。いただきまあ、ーす。うまい。あ、うまい。普通にうまい。タンパク質もちょっと取れるんだ。豆から。普通にめっちゃうまい。避難中にこれ食べれたら結構元気出ると思う。ね、おにぎり育ってきてんだけど、さっきまでカラッカラの米だったおにぎりがさ、育ってきてる。完全に仕上がった。いただきましょう。いただきましょう。コンビニファのミチキみたいな感じだ。そういう感じだよ。ファミチキみたいなここから開けるんだ。あ、いけた。おにぎりこんな感じ。普通に鮭おにぎり。いただきます。美味しい。美味しい。これはいいね。正直さっきのスープだけだと腹にたまんない感じがあった。ただやっぱご飯は食べた感ある。まあただ時間がかかるね。15分。水なら1時間かかるので。まあでもこれが長期保存できていざという時に食べれるっていうのはすごいことです。すごい。ポロポロしがちなので食べるとき注意が必要ですな。こうやってスプーンで食べてもいいかも。崩れやすいから。ごちそうさまです。まず災害時はその辺のトイレ使えない可能性があるし、断水してるかもしれない。そういう時に活躍するのがこちらなんでしょう。これはね、ポータブルトイレ。簡単にこう組み立てができておトイレができるっていうものなんだよ。これおいくら万円でしたか？4000円しないぐらいかな。3000円台だよ。Amazon で。これこうつけて、でこう開けると、ほらこれ、まあ洋式トイレみたいな感じだよ。ここに座ってできるっていう。簡単トイレ袋、便利袋30回セット、これで3000円ぐらいでした。便利袋の中にはこれがあります。落ちまくっとるけどバササササ。結構でかいねこれ。で、まあ、使い方なんだけど、物をキャッチする袋をセットする。おしっこを固める凝固剤、これが大事だよね。これを入れるともうゼリーみたいにプルプルに固まってくれるから保管ができる。そう用を足した後に凝固剤を入れて固めて縛るっていう流れにはなるんだけど、凝固剤はまあこういう感じ。このサラサラした粉だね。こんな感じです。しっかりこの袋で閉じることによって匂いも漏れづらい。トイレ動画の時に匂いがどうなんだろうっていうコメント多かったんだけど、匂いねそんな気にならないよ。数日放置するぐらいだったら特には全く気にならない。縛ってこの中。暑いな今日は。今日暑いね。という世間話をしながらおトイレがね、東日本大震災でも大活躍だって。必要なんだよね。備蓄の中に入れといた方がいいです。普通になんか車中泊でトイレないところでも使うし、いっぱいあれば災害の時も役立ちそうじゃない？物が入ったやつをね、もう固まってるわこれ。すごい匂い全然しない。多分透明なやつ出たんだよ。なんとも反応しづらいことを言ってくるこの方感じで。そう結んでね。肩結びでしっかりと縛ります。30回分で何日持つかっていうとさ、4回として2人で1日8回でしょ。3、4日ぐらいはこれでトイレできる。使い終わったらこんな感じでパタパタ畳んでコンパクトになります。で、私たちはね、いつもこれをここに収納してます。トイレ格納スペースとしております。はい。たまたま避難訓練中に大分のなんかうまい焼酎が手に入ったから、焼酎ハイボールってやつ。どう？いいね。夕飯の時間なので、超腹減った。これ試してみよう。
レスキューフーズってやつで火を使わずに温かい食事が食べられる。カレーライスで5年保存ができるもの。ありがたい。これあったかいの食べれるんだよ。すごくない？どういう仕組みで温まんだ？これはカレーなんだけど、他に牛丼とかなんかいろいろあったね。あ、これが発熱溶液、発熱剤。なんかすごいね。なるほど。ビーフカレーと白いご飯だって。これって要はさ、砂糖のご飯的なやつとカレーのレトルトがあるってことか。でプラスでこれとこれがついてるんだ。発熱剤ね。でこの下に寝かしてカレーと白いご飯ね。はいはい。これなんか普通の袋に見えるね。この箱になんか全てを使うんだな。発熱溶液を注いでしっかりチャックを閉める。なんか結構予想外なんだけど。こういう仕組みかみたいな。入ってるよ入ってるよ今。なんか音がし始めた。なんか音がしてる。大丈夫これ。20分間蒸気が発生します。その後10分間蒸らし、つまり30分待つということだね。待てねえな、腹減ったな。ねえねえ、ここ触ってちょっとあったかい。あったかいね。すげえ。俺思ったんだけどさ、この温めるやつだけでも売れるんじゃねって思った。確かにね。それだったらレトルトのやつは好きなやつ使ってね。そう、好きなやつでできるよね。それこそさ、これなんかも。これも一緒に入れて温めたりできるね。他にも災害で食べれそうなものを用意してあるんだけど、カップ麺ね。カップ麺、これは定番かな。カップ麺も作ろう。なんかガス出てそうだから一応換気してる。そうだね。私たちの車にはサブバッテリーが積んであるので電気が使えるんです。なのでこの電気を使ってお湯を沸かす。早く食べたいから4。ラーメンにニンニクトッピングしよっかな。たまたまニンニクが冷蔵庫にあったからさ。ニンニクもさ、干したら日持ちするから、これもある意味保存食だよね。ニンニクって。じゃーん、野草を取ってきたの。昼前にこれ野草を取ってたんですよ。しかもこけて怪我したし、地べたじゃなくてちょっと高くなってるとこに生えてるやつを選んで積んではきてるんだけど、すごいしっかり洗いました。2種類取ってきた。2種類。何それ、雑草じゃんその辺の。一つは皆さんおなじみだと思うんだけど、つゆ草、青い綺麗な花咲くやつ、アクが少ないから食べやすいみたいなことが書いてあった。あとつぼ草。食料自給できちゃうじゃん。草。ちょっとこれ私食べてみようかな。つゆ草うまい。これはこのサバと一緒にちょっと火を通して食べたいかな。豪華な夕食ですね。豪華な。ちょっと草ちょうだいよ。カップラーメンにトッピングしたい。オッケー。つぼ草トッピングしよう。じゃあちぎって。つぼ草どんな。多分ね、つぼ草で合っとるわ。セリ科の植物なんだけど、ちょっとセリっぽい風味がある。うまい。じゃあお湯入れるよ。はい。でこっちも入れます。よし。出来合いのものだとやっぱタンパク質とかも不足しやすいから、こういう魚の缶詰とかで補給するといいよっていうのを農林水産省が出してるガイドみたいなのに書いてあった。避難ガイド。備蓄のガイド。久しぶりだ、カップヌードルとか。いいかも。俺カップヌードルにニンニク入れたの初めてだわ。どう？うまい。最高。つぼ草もなんかあれセリみたいだねこれ。そう、セリ科の植物。カップヌードルカリーもうまいです。出てきた。超熱々かも。カレーね、これが。白いご飯。でこれをこれに入れて食べればいいんだろ。カレーを入れました。溢れそう。普通に超うまそうなカレーだね。いただきます。うまい。ホテルカレーっぽい感じ。まあ要はレトルトカレーってことだもんね。そうだね。なんか今出たやろ。だからカレー自体というよりも温めることに価値がある。そういうことだ。だから災害時にも使えると。最後の一品。サバと野草の煮込みみたいなもの。いいね。できた。いただきます。ゴトゥコラ。これなんか生で食べた方がうまいな。つぼ草なんか火通すとちょっと苦味が出るのか。これつゆ草。つゆ草はめっちゃうまい。その辺の雑草でも食えると。
避難訓練の一環として防災グッズに入ってるエアマットを試してみましょう。手がついてる。あ、そうやるんだ。一人用か。あ、でかいね。長くね。長いよ。あ、補修キットもついてんだ。なんか2箇所ついてんだけど。あー、こっちはなんかついてんね。これ抜くよ。こっちが入れるような気がするんだけど。で、こっちは単純に抜けるじゃん。ちょっと逆流しないみたいな。そう。エアマットできた。寝るグッズとしては非常用保温シート、これとかも使えるかな。あ、こんな薄いんだこれって。めっちゃ薄い。でクッションを片方これに変えてみる。あ、これ結構寝心地いいかもしれん。それあったかいのかな。めっちゃあったかいよ。多分私の熱がここの中に閉じ込められてる気がする。今だと逆に暑いかもね。うん、夏だから。うん、これ多分もうちょっとだったら。おはよう。どうだったこの。これね、寝れない。うるさいこれ。ちょっと寝返りするときにこれ、あれ。その銀色のやつがシャリシャリうるさいってこと？これがそう、ほら。うるさいね。これのすごいのは、音声とあと風を完全にシャットアウトできるんだ。あと軽いね。これ本当に緊急時の寒い中でサバイブするためのものだと思う。エアマットはどうだった？エアマットはね、普通に快適。エアマットすげえな。膨らますときはまあ5分ぐらいで膨らましたかな。結構大変だけど、すごいね。大変だけど、エアマットも銀マットもすごいのは、これぺしゃんこに収納できること。だからいざという時の備えとしてはもう抜群にいい。また寝よるし。片付けてみるこれを。多分こっちが空気入れる方でこっちが抜く方なのかな。そうだと思う。あー、めっちゃ出てきよる。完全に空気抜くのこれ至難の技だね。米軍レーション、これ試食してみよう。アメリカ軍の戦時の時のお食事。メニュー19って書いてあるじゃん。なんか24種類ぐらいあるらしい、全部で。まあずっしりしてるよね。ここから開けるピーラボーシールって書いてある。なんか全然ピーラボーじゃないじゃん。米軍基準だから。あ、米軍的にはこれピーラボーな。俺ならできんじゃない。あ、ピーラボー。出してみよう。おー、なんか結構入ってるよ。これ何食分？これ多分1日分とかなんじゃないかな。こんないっぱいあるの？待って待って。1日これが1個支給されるのかな？じゃない。現場だと。ちょっと一個一個見ていくか。ビーフ PT っておそらくビーフパテ。au グラタンポット。ほんと？マジで？これの中にチーズスプレッドウィズベーコン、BBQ ソース。M&M 入ってたんだけど。ファットフリーマヨネーズ。ちょっと健康。マヨネーズは肉にかけるようかな。スプーンも入ってたよ。あ、ホットビバレッジバッグ。レスキューフーズと同じことがこれでできるってことじゃない？で、これはトルティーヤスプレイン。これ1日分だね、どう見てもね。オートミールチョコレートチャンククッキー。意外とスイーツが多いね。これはなんかいろいろセットになってるゲなもの。粉のオレンジジュース。美味しいんかな、粉のオレンジジュースとか。あ、なんかマッチ。ライトハウス。何これ。のろしみたいな。なんか布みたいのが入っとる。クリーム、コーヒーとかティーに入れる。フリーズドライコーヒー。インスタントコーヒー的なやつだ。こういうやつね。ソルト。で、これ多分ガムですね。チューインガムですね。超いっぱい。このメインっぽい料理食べてみない？食べよう。うん、この裏側のヒーターはめちゃ熱くなってる。これ食べてみようぜ。これはすぐ食べる。でかっ。おお、なんか普通にうまそうなんだけど。いただきます。うまい。結構甘めだけど普通のチョコチップクッキーな感じ。
15分ぐらい経ったんだけどさ、この水が全然温まってねえんだ。すぐ冷えそうなんだけど、そんな熱々じゃないから。これビーフパティナ。お、ポテトだ。めっちゃポテト。トルティーヤですね。チーズスプレッドウィズベーコンとかいうやつ。なんだこれ。ベーコンが溶け込んでんの。グラタン。まずくはないよ。私このビーフパテを食べてみるわ。ピリ辛。これは普通にうまいと思う。こっちはよくわからん味。トルティーヤに挟むのかな、いろいろ。肉を挟むのか。そう、ミックスして挟むのかなとか思った。こういう感じ。なんとも言えない味やね。おいしいとは言い難い。とは言い難い。結局さ、BBQ ソースとマヨネーズどれにかけるのっていう。これぐらいでいいよね。BBQ ソースと飲めてみる。お好み焼きのソースの味がするんやけど。これファットフリーマヨネーズ。なんかめっちゃ白。なんかよくわからん。マヨネーズなのこれ。これマヨネーズじゃねえよ。謎の液体だよ。てかマジでこれどれにつけるのかわからん。避難中に食うものとしては、俺これより昨日のカレーとかおにぎりとかの方がいいわ。これ味はちょっと微妙。まあ面白いけどね。このカゴメさんの野菜たっぷりシリーズ、これ抜群にうまかったよ。うまかったけど、お腹にはたまらない。全然たまんない。総合点で言うとレスキューフーズはレスキューフーズはまあ丸。俺はカップラーメンだな。ああ、なるほど。カップラーメンにニンニクと草入れて食べたのが一番うまかったわ。あ、つゆ草うまかった。つゆ草。つゆ草がうまかった。今回は防災をテーマに車中泊してみました。皆さんからのコメントも参考にしながら引き続き災害への備えを整えていけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。